古代エジプトのピラミッドは重量何トンもある巨大な石で作られています。その運搬方法は今なお大きな謎とされており、さまざまな仮説が提唱されています。多くの研究者は当時ナイル川を重要な運搬ルートとして利用していたと考えています。石をナイル川の船で運び、最終的に建設現場まで陸路で運んだと推測されています。しかし、ナイル川沿いにあるルクソールのピラミッド群は川から遠く離れた内陸に立っています。最大で800トンもの巨石をどのようにして運んだのかが大きな疑問です。有力な説の一つが滑走路説です。巨石を木製の滑走路の上を転がして運んだというものです。しかし実際にシミュレーションを行うと、まっすぐ進むことができず、しっかりと転がり続けるのは難しいことが分かっています。また、大量の人力を要するため、石の重量が増えるほど実現可能性は低くなります。700トン以上の巨石の運搬は現実的ではないと考えられています。そこで新たに注目されているのが振り子説です。巨石を振り子のように吊るし、小さな力で揺らすことで進めていったというものです。実際、アメリカの研究チームがこの方法を試みたところ、驚くべき効率の良さが分かりました。10人程度の人力であれば、数百トンの石さえも比較的容易に運べることが実証されたのです。振り子の原理を応用して石を小刻みに移動させ、最終的に目的地まで運んだのかもしれません。一方で、もっと大掛かりな手段を用いていたという説も有力視されています。巨大な移動用の坂道を作り、その上を巨石を転がして運んだと考えられているのです。実際にギザのピラミッド周辺で、そうした坂道の痕跡が発見されています。しかし、この方法は多大な労力を要し、ピラミッド完成までの短期間では実現が難しいとの指摘もあります。そこで最近注目を集めているのが水路説です。ピラミッド建設地の地下に巨大な水路があり、そこに浮かべた石を運んだというものです。実際、最新の地下レーダー探査で、ピラミッド周辺に広がる地下水路の存在が確認されています。さらに、運河と思われる人工の水路の痕跡も発見されたのです。石を浮かべて運搬する手法であれば、従来の説よりもはるかに少ない人力で運搬が可能になります。しかも、振り子説とも組み合わせることで、さらに効率的な運搬ができたと考えられています。驚くべきことに、ピラミッド内部からも水路の痕跡が発見されました。ピラミッドの内部まで水路が通っていた可能性さえあるのです。そうだとすれば、単に石を運ぶだけでなく、ピラミッド内部の建設そのものに水路が利用されていた可能性が浮上します。巨大な石を浮かべながら正確に設置できた理由が説明できるかもしれません。一方で、議論の的となっているのがザイルヘリコプター説です。木製の巨大なヘリコプターのような器具を使って石を空輸していたというものです。この説を支持する研究者は、ピラミッド石の一部に見られる特殊な傷跡を根拠としています。つまり、空輸の際に石についた傷だと主張するのです。しかし、批判的な意見も少なくありません。そもそも木製のヘリコプター自体が重力に耐えられるのか、技術的に疑問が残るというわけです。実際、試作機を作ってみると期待した浮遊力は得られなかったということです。ロープや滑車なども用いても、巨石を十分に持ち上げることはできなかったそうです。一方、物理的には全く可能性がないわけでもありません。何かしらの不明な技術を駆使していたのかもしれません。現段階ではまだヘリコプター説の真偽は分かっていませんが、
仮にその技術の実在が証明されれば、航空工学の歴史が大きく書き換えられることになるでしょう。このようにピラミッドの石の運搬方法は大きな謎のままです。しかし日々研究が進められており、徐々に真実に近づいていることは確かです。近年では CG シミュレーションや AI 解析なども活用されるようになり、従来とは違った新しい視点からの検証も進められています。さらに最新の探査技術の発達により、これまで知られていなかった驚くべき事実が次々に判明しつつあります。私たちが知らない全く新しい革新的な技術があったのかもしれません。ピラミッドの謎が解けた暁には、古代文明に対する認識が大きく変わる可能性すらあるのです。そしてその過程で得られた知見は、現代の土木建築技術の発展にもつながるはずです。極限の大型構造物を人力だけで建設する技術の解明は、人類の新たな可能性を切り開くことにつながるでしょう。古代と現代の知識が出会うとき、全く新しい次元の発見があるかもしれません。未知の領域への扉を開く鍵は、ピラミッドの中に隠されているのかもしれません。運搬方法の解明にあたっては、さまざまな観点から最新の科学的アプローチが試みられています。中でも新たな可能性を示唆しているのが、工事元力学の活用です。通常の3次元空間での物理法則を超えた、より工事の原理が働いていた可能性を指摘する研究者もいます。つまり、時空を超越した未知の力や技術を駆使していたというのです。この根拠となっているのが、ピラミッド石に残された特異な痕跡の存在です。通常の工学的加工では生じ得ない、科学的に説明のつかない特徴が確認されているというわけです。例えば、ピラミッドの主要石材の一部からは、異常なスピン変極が観測されています。通常の重力下では考えられない回転状態にあるかのようなデータが得られたのです。この現象は、一般相対性理論をはるかに超えた次元での力学効果が働いていた証拠とも解釈できます。時空の歪みを積極的に利用し、石の運搬を行っていた可能性さえ指摘されています。また、エジプト最古の遺跡、アブシール遺跡からは、さらに驚くべき発見がなされました。石材表面に特異な放射線被曝の痕跡が確認されたのです。その線量は、地球上の自然界では到底観測されない高レベルです。放射線漏れ事故を想起させる数値が計測されたというわけです。周辺部の異物からも同様の汚染が見つかっており、人工的な高エネルギー粒子線の利用があったと考えられています。核反応をも応用していた可能性があります。一説には、スピン変極を人為的に制御した上で、そうした高エネルギー粒子線を石に照射することで、何らかの次元的効果を発現させていたと指摘されています。言い換えれば、主観的な空間を実在化させ、運搬のための特異な力場やワームホールの生成を実現していた可能性もあるのです。さらに奇抜な仮説を唱える研究者もいます。それは平行世界のエネルギーを利用したという驚愕のアイデアです。この考え方に基づけば、11次元を超える超紐理論の枠組みの中で、平行世界のエネルギーを利用することで、重力を無視した浮遊、移動が可能になると主張されています。仮に、ある平行宇宙のエネルギーを引き渡すようなブリッジが張れていたとすれば、従来の物理法則を超越した技術が実現できたと考えられているのです。ブリッジからもたらされる未知の力で巨石を自在に動かし、さらに意のままに空間を歪めて移動したという仮説が立てられています。もっとも、こうした仮説については強く懐疑的な見方も多く、
あくまで SF 的なアイデアに過ぎないと一蹴されています。しかし一方で、過去にあまりにも先駆的な原理の活用があったため、現代科学では解明不可能なのかもしれないと指摘する研究者も少なくありません。つまり、私たち現代人の想像を絶する全く別次元の科学原理が存在していた可能性を完全には排除できないというわけです。仮にそうだとすれば、私たちが認識している法則を超越したスーパー原理が使われていたことになります。単なる運搬だけでなく、ピラミッド建築そのものに革新的な原理が応用されていた可能性さえあります。例えば、重力そのものの作用を無力化した上で、単に石を組み上げるだけで、ピラミッドを簡単に作り上げられたのかもしれません。そう考えると、目的のためにあらゆる基地の原理を総動員した可能性も浮かび上がってきます。気体分子動力学から量子力学、さらには生物工学や遺伝子工学まで駆使していたのかもしれません。ここまで来ると現代科学の範疇を超えてしまいますが、仮にそうだとすればあらゆる自然の力を自在に操っていたことになります。高度な科学と技術を武器に、ピラミッドの建設に必要な作業はたやすく実行できたのかもしれません。言い換えれば、それこそが人知を超越した次元の文明の産物だった可能性さえあるのです。私たち現代人の認識を超越した全く異なる次元の原理があったとしたら、ピラミッド建設の技術水準は途方もない高みに達していたことになります。当時の文明を私たちが過小評価していた可能性すら出てきます。未知の原理の解明が進めば、人類の知識が一変する可能性さえ秘めているのです。多くの研究者が探求を続けている今、いつかその真実が解明される日が来るかもしれません。もしそうなれば、人類の認識する科学の地平線が大きく広がることになるでしょう。ピラミッドの謎の解明は、単に建造物の解明にとどまらず、次元を超えた壮大な知の到達点となる可能性を秘めているのかもしれません。そしてその先に、今の私たちが想像すらできない未来が待っているのかもしれません。